にちは、一人介護のりょうさんです。本日は実は怖い敵弁についてをお送りします。前回の私の介護ルーティンとしてヘルパーさんとの処置風景の動画をアップいたしました。もしかすると在宅介護では家族が敵弁をするという印象を与えてしまったのではないかと誤解を招く表現でお伝えしてしまい申し訳ございません。在宅介護で敵弁が必要な方は基本は訪問看護師さんにお願いします。私は看護師免許があることと何百回と敵弁の経験がありますので自分で行っています。本日は敵弁について補足させていただけたらと思います。お家で介護なさっている方や敵弁が必要な方、看護師さんで改めて敵弁の怖さについて再認識しておきたい方にお役に立つ情報かと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。次の順でお送りします。1、実は危険な敵弁。2、敵弁ってなんだっけ。3、死に至るケースも。4、私が自分で敵弁をしている本当の理由についてお送りします。それではスタート。実は危険な敵弁。看護師さんであれば敵弁をする機会はたくさんあると思います。私も現在1日おきに父の敵弁をしています。私が新人ナースの時に初めて人の直腸に手を入れた時の何とも言えない緊張と不安、そして怖さを今でも覚えています。もちろん私も含めてですが、回数を重ねるうちにそんな緊張感もどんどん薄れて、今では何気ない看護業務の一つになってはいませんか？慣れによって安易に敵弁や干潮しているかもしれません。時に命を起こすことにもつながる敵弁や干潮、そして便秘。これを機にもう一度本当は怖い敵弁について振り返りたいと思います。2、敵弁ってなんだっけ？敵弁は医療行為、看護技術です。看護技術とは何らかの看護の問題を解決するために安全で安楽であることを保証しながら、看護の専門的知識に基づいて提供される技術を言います。便秘になった、さあ敵弁ではなくて、その前にいろいろ試す方法があります。温安法といってお腹を温めて血流を良くして腸の動きを活性化をさせる。お腹のマッサージ。お薬、便を出しやすくするお薬、便を柔らかくするお薬などを飲む。座薬、干潮、これらの選択肢があります。このような選択肢を使っても効かない場合は最終手段で敵弁になるかと思います。3、死に至るケースも。看護師さんはそんな大げさななんて思わずに、患者様の身を守るためにも、またご自身の身を守るためにも今一度振り返りをしていただけたらと思いお伝えします。ここで質問です。人の体でもしも大腸に穴が開いたらどうなると思いますか？答えは、その穴から便がお腹の中、腹腔内に漏れてしまい、腹膜炎や肺血症という致命的な病気を起こし死亡するケースがあります。干潮や敵弁時に直腸を傷つけてしまうリスクは大いにあるので、慎重に行う必要があります。腹膜炎とは多くの場合は胃や腸に穴が開くこと。これが原因でお腹の中に細菌や毒素、消化酵素などが広がって起こった炎症のことです。肺血症とは傷や何かの感染で体の中に細菌が増殖して組織や臓器を障害してしまう怖い病気です。父の場合はお薬で便を柔らかくして出しやすくしていますが、病気が原因で直腸が完全に麻痺し全く動いていません。便が体の外に送り出されないので、このため敵便が必要となります。干潮するとダラダラと出てしまうことがよくあり、私一人ではおむつ交換をすることができません。もう一人手を借りれる家族が同居していれば、干潮や座薬という手段もあります。一人でいる時におむつ交換をするのは父も私もものすごく大変です。昼間なら最悪近所の人に頼みに行って手をお借りすることもできるのですが、
年に数回真夜中にシーツまで汚れるような大量の便が出てしまう時があります。片手で父を支え、片手で処理をする。父はものすごく苦しむし、私も半分泣きそうになりながらおむつ交換を行う時があります。といった理由で、私が一人の時に困らないように適便をして便を出しておきます。4、私が自分で適便をしている本当の理由。ここからは気持ちの良い話ではありませんので、できれば新人看護師さん以外のベテラン看護師さんはご視聴をスキップしていただきたいです。毎回こういう内容をお伝えするとバッドボタンをつけてくださる方がいますので、ご気分を害される前に前もってお伝えします。では本題。お話ししようか迷いましたが、念のため同じ状況を経験する方がいなくなることを願ってお伝えします。数年前に利用していた訪問看護ステーションの看護師さんには適便をお願いしていました。たまたま適便に立ち会ったことがありました。まず驚いたのは、肛門に指を入れるときに毎回父が飛び上がって痛がっていること。そして腸にある便を一気に全部かき出したいと、ご自分の指の付け根までぐいぐい挿入し、一生懸命に便を掘り続ける看護師さん。横向きになった父の顔は看護師さんからは見えません。呼吸ができず真っ青になっていく父。大量のよだれを流し、白目を向いている哀れな姿でした。ヘルパーさんも必死で体を支えてくれています。後でヘルパーさんにお聞きしたのですが、父が苦しそうなことを看護師さんにお伝えするようにはしていますが、やはりヘルパーの立場でなかなか言いづらいとのことでした。そして毎回適便のたびに看護師さんの記録に出血ありと書かれていること。いろいろな要素から繊細さんな私は、もう自分で適便するのが一番だなという判断に至りました。稀にですが、適便をして急激に直腸が空っぽになると、迷走神経反射といって私たちの体を走っている神経に影響して血圧が下がってしまう可能性があります。気分が悪くなるなどの症状が見られたら、適便を中止するなどの対応が必要と言われています。ちょっと専門的になりますが、お腹側となる直腸前壁は先行しやすいので圧迫してはいけません。直腸先行のリスクが高まります。適便で気をつけたいのは、肛門と直腸を傷つけない、直腸先行をさせないことです。私が父の適便をするようになってからは出血したことは一度もありません。そしてヘルパーさんに、りょうさんの適便を見て感動した。適便ってそんなに優しくできるもんなんですね。今までいろんな利用者様の適便を解除させてもらい、いろいろな看護師さんの適便を見てきましたが、適便は痛くて苦しいのが当たり前だと思っていました。みんなお尻に手を入れられるとビクッと飛び上がっていらっしゃるので、そういうものなのかと。私はこのヘルパーさんの言葉が衝撃的でした。また以前、下半身麻痺の方が YouTube でご自分の適便を受けている動画を上げていらっしゃるのをたまたま拝見したのですが、その看護師さんは成人男性の患者さんでも寝ているベッドも激しく揺れるくらいすごい勢いで適便をされていて、残念に思いました。あんなめちゃくちゃな力で行っていいのだろうか。麻痺で感覚がない方だと思って気が緩んでいないでしょうか。看護師なら解剖学に基づいて看護技術を行っていただきたいと思いました。って偉そうなこと言ってすいません。それもあって迷いましたが、発信しようと決めました。自分は優しい、正しいんだとアピールしているんじゃありませんよ。ただ繊細さんでよかったって思っています。繊細さんだから気づけることがあり、これされたら嫌だなって想像力が働き、父の看護に活かせるので助かっています。あくまでたまたま私やヘルパーさんが出会った看護師さんたちのお話です。その方々に、患者の身にもなってくれ、一回同じように適便したのかって言いたかったです。
あら、また素が出ちゃいました。もしこの動画を見てしまった看護師さんがいらしたら、そんな皆さんは安全に摘便をされていますか？とはいえ、全国には優しい看護師さんがたくさんいます。仕事とはいえ、他人のうんちをかき出してくれるなんて、本当に頭が下がります。ということで、今日の情報が何か少しでも皆さんのお役に立てたら嬉しいです。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。バイバイ。Clear nights and I'm ready to